Oi, aí. Oi.フェリーターミナルから青の洞窟への行き方なんですけど、大きく分けて海路から行く方法と陸路から行く方法があるそうです。海路はここからまた船、違う船、多分ああいう船かな、多分ツアーフェリーみたいな感じになってると思うんですけど、そういった船で青の洞窟まで行って、で青の洞窟の目の前で小型ボートに乗り換えて中に入るっていう方法と、あとは青の洞窟まで陸路で、バスとかタクシーで行く方法があるみたいです。で私は安い方で行きたいので陸路で行きたいと思います。でこの辺にバスチケットを売っているところがあるはずなので、ちょっと探したいと思います。と思ったらすぐにバスだよね、これ多分バスチケット売り場がありそうです。チケットオフィス、これだな、多分これだ、このアナカプリっていう方ですね。こっちのバスチケットをまず買います。でこっちは違う方だったはず。船降りたのがそっちの左に入ったところで、バスのチケットを買うところがここで、バス乗り場がこっちの方っぽいので、そこですね、多分行きたいと思います。アナカプリが左ですね。やっぱみんなアナカプリ行きに並んでますね。アナカプリ行きのバスチケットは 2.4 ユーロで、クレジットカード払い OK です。ちなみにフェリーターミナル、フェリーポートは島の北側にあって、青の洞窟はその西側、島の中でいうと北西側にあります。でただ歩いていくのはちょっと厳しいみたいで、直線距離だと多分そんな遠くないんですけど、ただ断崖絶壁になっているので、島の北側を西に直接ストレートに行くのはできないっぽいんですよね。なので基本的には、さっき言ったようにフェリーポートから、船で青の洞窟まで行っちゃうか、もしくはバスかタクシーっていう感じになるっぽいです。これめちゃくちゃちっちゃいな、乗れるかななんとか乗れましたが、ぎゅうぎゅうです。結構ハイシーズンじゃなくてもバスは混みそうですね。ピアッツァ・デッラ・パーチェというバス停で降りました。でこの一駅前がアナカプリって言って、ドライバーが言うビットーリアっていうバス停なんですけど、実はそこではなくて、その次のここピアッツァ・デッラ・パーチェというバス停で降りるそうなので降りました。でここでバス乗り換えです。ちっちゃいバスターミナルみたいになってるとこの建物で買えました。チケットまた 2.4 ユーロですね。でこれで青の洞窟まで行けるはずです。でこのクレジットカード払い OK でした。このグロッタ・アズーラっていう行きのバスに乗ればいいんですけど、このバスがここが始発で、青の洞窟が、このグロッタ・アズーラなので終点になるみたいですね。ここにバスの時刻表ありましたね。今9時36分なので9時40分に行きそうですね。2つ目のバスはめちゃくちゃ空いてました。始発だしね。今2本目のバスを降りました。今9時58分なんで、カプリ島に来てから1時間ぐらいで、青の洞窟まで来ました。でただこっから、どっち行けば青の洞窟の中入れるのかな、ちょっと確認してみます。普通に考えたらここ下行くんでしょうね。下行ってみましょう。下に船が集まってるのが見えるんで、多分あそこが青の洞窟でしょうね。なのでちょっとこっちだと思うんで行ってみましょう。こっちで間違いなさそうですね。ちなみにあんまり人いなさそうだな。この時期だからか。途中にお土産物屋さんがあるみたいです。こっちか。これどうなんだろう、やっぱローシーズンだからか、そんなに人っていうかボートいないような気がしますね。結構すぐ行けんじゃないかな。下まで来ましたが、誰もいないですボートもいないです。でも今から来てくれるかな。多分ここから乗れるんでしょう。いやマジで誰も並んでないとは思わなかったな。今から入っていくみたい。おお出てきた。おおさあこの船が入っていくみたいです。おお
おー、入ってくる。すげえすげえ。船でカイロで来る人は、ああいう感じの、中型というか中型の船に乗ってここまで来て手漕ぎボートに乗り換えて青の洞窟に入っていくって感じですね。今手漕ぎボートが来てくれて、私はもう乗船中です。で、床に座れって言われて床に座ってるんですけど、床汚いです。おしゃれ着で来るのはやめましょう。今こんな感じです。ちなみに日本語で床に座ってって言われました。日本人観光客が多いおかげで、日本語は分かるようです。今ここでチケット代払いました。18ユーロです。船の上で払ってすごいから入るみたいなので頭つけろと言われました。怖え。さあ今から入るっぽいです。今から入るっぽいです。おー、入った。うわ、綺麗。すごい綺麗。こっちだけだね、今綺麗な。20メーター。ちょっとこのカメラだと伝わりづらいな。Liga Ibavaro Moishu, Gambare Japan. Gambare Japan. Arlamida Mori. Mori. 出ちゃうみたい。6分。すげえ。Secondo me. 怖っ。今青の洞窟から出てきました。でね、ちょっとね曇っちゃったんだよね。でもそれでも普通に綺麗だったから、綺麗だったけど、入るとき出るときはやっぱちょっと怖い。日本人の親子と思われる3人が入ってきましたが、女性が怖い言ってましたね。いつの間にか10人ぐらい来てますね。並んでますね。手漕ぎボートの人たちの数は限られてるので、海路で来る人と陸路で来る人の空いたところに手漕ぎボートのおっちゃんが迎えに行くって感じなんで、今ボート降りました。チップは2ユーロあげました、船頭さんに。もう夏場だったらもっと太陽が高くまで上がるから、太陽の光もっと入ってくるのかもしんない。帰りのバスがもう出るということなので慌てて飛び乗りました。でチケットはドライバーさんに直接変えてクレジットカード OK2.4 ユーロでした。バスでピアッツァ・デル・ラ・パーチェに着きました。で元々の予定だと青の洞窟だけ行ったらもうナポリに戻ろうと思ってたんですけど、正直こんな順調に行くとは思ってなくて、まだ時間が10時52分なんですよね。なのでちょっと他の観光地っぽいところもカプリ島の中で寄っていきたいと思います。であとプラスここからフェリーボートまで歩いて40分ぐらいで行けるらしいんですよ。しかも下りになるはずなのでこっちからだと。なのでちょっと観光地に寄りながら歩いてフェリーボートまで行こうと思います。であと腹も減ったので、どっかランチ食べられそうなとこあったら、食べていこうと思います。今こんな細い道を、歩いておりますが、こんな細いところでもお店がたくさんあって、チャオ、おしゃれなお店がたくさんありますね。やってきたのはビッラ・サン・ミケーレというところですね。でこちらは、かつて、アクセル・ムントさんという人が持っていた別荘だそうです。で古代美術に彩られてて、こんな感じでカプリ湾が見渡せるということなので、ちょっと入ってみようと思います。入場料いくらだろう。入場料10ユーロで、カードで払いました。こんなとこに別荘あったらたまんないだろうな。もう商社ですね、商社。こんなところに別荘を持ってたら。もうキッチンもちゃんとしてます。商社のキッチンですね。続いて商社の寝室ですかね、ここは。商社の中庭ですね。もう庭ってレベルじゃない気がするけど。続いて商社の中庭から見る商社の眺めですね。フェリーポートもはっきり見えますね。商社は別荘からこんな眺めを毎日見れるわけですね。
続いて勝者が別荘に建ててしまった教会ということですね。すごい立派だな。あ、電気がついた。ということで、ビッラ・サン・ミケーレでした。滞在時間10分ぐらいですね。10ユーロ払って勝者の別荘を拝見させていただいた感じです。このようにして勝者の元にはさらにお金が集まるということですね。もう世界の社会構造と一緒です。勝者は勝ち続けるということで。ちょっと歩いたら、勝者の別荘から見た景色と遜色ない景色が見れましたね。この景色を見たいのであれば、わざわざ勝者の別荘に10ユーロ払って入る必要はなさそうです。今、フェリーポートに向けて歩いてるんですけど、もう全然景色いいわ。ビッラなんちゃらミケーレは行く必要なかったかな。ここからひたすら階段を降りていく感じになるっぽいですね。それでフェリーポートの方へ向かえるらしいです。上りはきついだろうね。結構階段滑るから気をつける必要はあるけど、でもこの絶景を見ながらフェリーポートまで行けるのはいいかも。Google マップで観光名所として登録されてるフェニキア人の階段っていうのがあるんですけど、そこに向かってたんですけど、よくよく考えたらもうこれフェニキア人の階段ですね、おそらく。山頂から山のふもとまでのこの階段がフェニキア人の階段ってことですね、おそらく。でもなんだかんだ降りてきましたね。フェリーポートまで下ろうと思います。階段は降りたようです。で、ここからフェリーポートまで徒歩14分ぐらいみたいですね。もう今のフェニキア人の階段を登ってる人も3グループほどいたんですけど、この動画を見てくださってる方に伝えたいのは、登りはマジでやめた方がいいと思います。とにかくきついと思います。なんか今めちゃくちゃ晴れてて、で、ふと思ったんですけど、この時期でも太陽が一番高く昇る時間帯に行けば、もっと光差し込んだかもしれないですね。自分が着いたのが10時ぐらいだから、まだ太陽低かったんですよね。もしかしたらもっと青く見えたのかもしれない。太陽が高い時間帯とか、あと夏とかだったらね。検証のしようがないので初めて来たから、またいつか来ましょう。結局ですね、レストランがあまりなくて、フェリーポートまで戻ってきちゃいましたね。フェリーポートの目の前は、もちろんレストランいっぱいあるんですけど、でもどうせお高いんでしょ。ナポリ行きのチケットが会社2つ別なのかな。どっちでもいいかも。今11時57分なんですけど、12時10分のナポリ行きのフェリー買いました。 23.5 ユーロ。てかバスチケットの売り場がめちゃくちゃ混んでるね。やっぱみんな昼間に来るんだね。ちょっと私は早く来すぎたのかもしれません。朝からめちゃくちゃ混んでるもんだと思ったから。向こうが陸でここが多分青の洞窟とかカイロで行くツアーに参加したい場合はこっち行きゃいいんだと思います。で、私はナポリに帰ります。ということで乗船してきます。やっぱ上は行けないね。窓がめちゃくちゃ汚いけどカプリ島を後にします。ここはほぼ間違いなくまた来ることでしょう。その時までバイバーイ。12時57分ナポリ港に着きました。ナポリに着いたんですけども、正直本当こんなに早くナポリに帰ってこれると思ってなかったんで、どうしようか迷うところですが、だらだらホテルに向かいつつどっか適当なところで昼飯食べます。ナポリのフェリーポート近くにあったこのストーリーに読めない、ここに入ろうかな。この店のメニューはこんな感じ。カプレーゼ食べようかな。カプレーゼ、あといろいろとメインコースやら、あとファーストディッシュがパスタとか、なんか適当に頼みます。カプレーゼとカルボナーラを頼みました。カルボナーラは確かローマですよね、本場は。ただもうなんか食べたくなっちゃったんでカルボナーラにします。昼間なんで飲み物コーラにしました。で、あと大量のパンくれました。来ましたね。まずこっちがカプレーゼで、あと、カルボナーラです。うまそう。でかいチーズから味が濃すぎずちょうどいいですね。トマト続いてカルボナーラいただきます。もう味濃いっすね。こんなにチーズが濃いカルボナーラ初めてです。すごい正直言うとちょっと濃すぎて苦手っていう人いるかもしれない。ごちそうさまでした。食べ終わりました。お会計 27.5 ユーロ。時間は2時14分です。ホテルに帰ってきました。今日は、これから動画編集作業に、励もうと思います。時間は夜9時10分になってしまいました。今からディナー、夜飯食べに行きます。今日もですね、夜はピザを食べに行きます。3日連続ピザですね。で、今向かっている店がですね、ランティカピッツェリアダミケーレっていうお店
店で、ミシュラン掲載店で日本にも支店がいくつかあるみたいです。でそこがもうめちゃくちゃ激混みらしいので、まあこの時間だとそこまで並ばずに入れるかなっていう期待はしてるんですけど、まあもしめちゃくちゃ並んでたら、別の店に行こうと思いますが、とりあえず、向かってみます。9時27分、着きましたね。ランティカピッツェリアディミケーレ。イートインとテイクアウトで並んでるとこが違うっていう話も聞いたんですが、どこ行けばいいかな。店員さんに話したら整理券くれました。89かな。で今83番が呼ばれてるとこですね。6組待ち。まあそれぐらいなら待つか。6人待ちだったんですけど、1人だったおかげかどうかもうすぐに案内されました。ピザが4種類ぐらいしか確かないんですけど、そのうちマリナーラとマルゲリータ、半スペットのやつを頼みました。飲み物がなんとワインがないということで、ビール、ペローニ頼みました。ペローニいただきます。こっち側がマリナーラですね。で、奥がマルゲリータということで、ハンでいただきます。まずは、使わないマリナーラが。昨日、おとといの店より酸味が強いかな。でも美味しいです。おととい初めてマリナーラを食べて、チーズのないピザってちょっとどうなんだろうって思ったけど、もう全然普通に美味しいっていう。もちろんトマトが美味しいからっていうのがでかいと思います。いただきます。続いてマルゲリータもいただきます。美味しいけどチーズがちょっとまだ固まってるね。わざとなんだと思ったんだけど、まあ味も美味しい。ごちそうさまでした。Da Michele, the best pizza in the world. Come to try. Come to try. Grazie. お会計がですね、皆さん驚かないでください。9.5 ユーロです。安い。なんかサービス料みたいなのが1ユーロで、ピザが6ユーロ、ビールが 2.5 ユーロということで素晴らしいコスパですね。ビール飲んで10ユーロ切りましたよ。でただなんかお会計の時に店員の兄ちゃんからチップねだられたんで、1ユーロなんか箱みたいなのに入れました。まあ1ユーロでいいのかよっていう話なんですけど、まあ 10% ぐらいということでね、まあチップ抜きにすると10ユーロ切るの素晴らしいですね。なんか Google の口コミだとチップねだられるとか店員の態度が悪いとかっていう口コミがあったんですけど、まあ、そういう口コミをされてしまうのは正直ちょっとわかる部分はありますね。でただ店員の兄ちゃんたちはちょっとそこは悪いけど、でも気のいい兄ちゃんたちだから私はそんな気にならなかったですね。超有名店でピザ1枚とビール、飲んだのになんと昼飯の3分の1の料金で済みましたね。いや素晴らしい。はい、ボナセーラボナセーラ教会みたいなところの前でこんなヒッピーみたいな人たちが演奏してるけど大丈夫？いやしかしイタリアはこういう何でもない道も両側の建物とか見てると味があって綺麗でいいね。ちなみに今時間夜の10時37分なんですけど、もう変な真っ暗な細い道とか行かなければもう治安は全然問題ないです。全く問題ないですね。10時45分ホテルに帰ってきました。腹パンパン。楽天モバイルのデータチャージ2ギガ購入します。明日はだらだらとナポリ市内の観光を適当に、したいと思います。おやすみなさい。おはようございます。10月31日の、木曜日ですね。朝7時29分になります。まだ眠い。今日はまずですね、コインランドリーに行きます。このエクスプレスウォッシュランドリーポイントラバンデリアセルフサービス、こちらですね。洗濯が4ユーロですね。で35分間です。乾燥1ユーロにつき10分みたいです。洗剤とかは自動投入してくれるらしいです。今乾燥中です。乾燥を待ってる間、宿の近くに戻っていつものところで朝食です。今日はチョコレート入りのクロワッサンにしてみました。でこっちはカプチーノ。洗濯完了しました。洗濯4ユーロ、乾燥30分やったので3ユーロ、合計7ユーロでした。ちょっとホテルの部屋でゆっくりしてました。今10時50分ですね。観光に出かけます。今オーナーの方なのかな、ルチアーノさんっていうオーナーの方がいて、ちょっとタックスが必要だから払ってくれっていう風に、事前に WhatsApp でも言われてたんですけど、1人1泊3ユーロということで12ユーロ現金で支払ってきました。ここがですね、地下鉄のトレド駅ですね。で今私がずっと向こうから歩いてきたこの道がトレド通りって言いますね。でここから歩行者天国にな
なってるみたいなんですけど、トレード駅もしくはトレード通りがナポリのダウンタウンの中心地っぽいですね。なのでこの辺で宿を取ればどこへ行くにも便利なところかなと思います。ちなみに私が泊まってるホテルもこのトレード駅から徒歩 3,4 分ぐらいですね。なのでめちゃくちゃ便利なところになります。ポンペイ遺跡行った時以外は公共交通機関使ってないですからね、全て徒歩で、回ってる感じになります。ホテルから歩いて12分ほどですね。まずこちらヌオーボ城にやってまいりました。ここだけ異様に雰囲気が違いますね。では入っていきます。入場料かかるのかな。ヌオーボ城の中に今入りました。入ってすぐ左にチケットオフィスっぽいところがありますね。6ユーロかな。6ユーロノーキャッシュだって、カードだけ。はい、6ユーロ、クレジットカードでタッチ決済でサクッと決済完了です。中はこんな感じですね。このヌオーボ城はナポリ王カルロ1世っていう人が作れって言って指示して作られたものだそうで、近くに王宮があるんですけども、王宮と港の間に作られているので、海からの敵の侵入を防ぐために作られたお城だそうです。とりあえず正面にあった入り口に入ってみます。ここが礼拝堂ですかね。入り口入って右奥の方に行けそうなとこありましたね。ちょっと登ってみますか。ここから2階に上がったら内部に入れましたね。今のところお城の良さみたいなものは見つかりませんね。素晴らしい絵画はあるんですけど、3階に行ったら屋外になっていて、素晴らしいナポリ港が拝めますね。カプリ島行きの船はあの辺から出てましたね。景色いいな。ヌオーボ城は以上です。すぐ近くに王宮とかプレビシート広場という観光地があるんですけど、そこに行く前にこの辺りでめちゃくちゃ有名らしいカフェに行こうと思います。あったグランカフェガンブリーヌスですね。なんかめちゃくちゃ有名らしいんですよ。ちょっと、入って休もうと思います。すごい中おしゃれですね。入っていいのかな。1860年からあるみたいです。席に着きました。意外と空いてましたね。で頼んだのがエスプレッソとティラミスとスフォリアテッレってやつを頼んでみました。すぐに来ましたね。これがティラミスで、これがスフォリアテッレってやつです。いただきます。スフォリアテッレって思ったよりちょっと硬かった。いただきます。中に入ってるクリームはレモンかな。なんか酸味のあるペーストが入ってますね。続いてティラミスもいただきます。ティラミスいただきます。ティラミスはうまい。正直スフォリアテッレはって感じだけど、ティラミスはうまいね。このグランカフェガンブリーヌスはナポリで一番有名なカフェらしいです。イタリア三大カフェの一つって言われてるとか言われてないとか。お会計全部で 18.5 ユーロでしたね。正直言うとスフォリアテッラ食べた時はこれコージーコーナーの方が満足度高いですって言おうと思ったんですけど、ティラミスはうまかったです。かなりうまかったです。ただ高い。ティラミス8ユーロしました。さっきのグランカフェガンブリヌスのすぐ横にあるのが、プレビシート広場になりますね。で後ろにあるこちらが王宮だそうです。なんか王宮っていう割にはちょっと地味ですね。なんか新古典派様式っていうデザインの建物みたいですね。プレビシート広場、騎馬像が何体か2体かなあるんですけど、多分近くで見たらバカでかいと思うんでちょっと近くまで行ってみます。やっぱでかいですね。で騎馬像の後ろにあるのがサンフランチェスコ・ディ・パオラ聖堂というらしいです。せっかくなんで入ってみましょうか。結婚式やってる。結婚式やるところなんだ。結婚式の邪魔をするわけにはいかないので早々に退出しましたが、立派な教会ですね。すんごい落書きされてるけどね。すんごい落書きされてるけどね。こちらガルレリアですね。ガルレリアというショッピングモールになります。ガルレリアっていうとミラノが有名だと思うんですけど、そのミラノのガルレリアを真似して作られたそうです。ここはこのガルレリアの天井の汚さはミラノの街全体とナポリの街全体の汚さ、清潔度をここで表しているような気がしないでもないでもないです。
はい。ということで、ホテルに帰ってきました。で時間がまだ昼の12時50分なんですけど、今日は、今日もか、ディナーまでの時間は動画編集作業頑張ろうと思います。ではですね、今時間が夕方の4時28分となりまして、ちょっと早いんですけど、夕食に、出かけようかなと思います。昨日まで3夜連続でピザを食べると、悪魔的ディナーをこなしてきたわけですけども、他のものを今日は食べに行こうと思います。はい、それではディナーに行きます。Google マップによると歩いて28分と結構遠いんですけど、まだ早い時間だし、だらだら歩いて向かいます。さすがに結構歩きましたが、着きました。お目当ての店、トラットリアダジョバンニというところです。入ってきます。白ワインとラザニアとシーフードリゾットを頼みました。店内はこんな感じで、結構家庭的な感じのお店っぽいですね。トラットリアってそんな感じなのかな。白ワイン頼んだらハーフボトルみたいな感じで来ましたね。結構な量ですよ。いただきます。非常に飲みやすくて酸味がちょっと強いかな。美味しいですね。ラザニアとシーフードリゾットです。めちゃくちゃうまそうで、付け合わせのパンも今くれました。ではいただきます。ちなみにラザニアもリゾットもイタリア料理になります。ではラザニアからいただきます。うまい。これなんぼでも食えるやつ。チーズが効いてますね。間違いない。続いてリゾットいただきます。すげえ久々に米食べましたね。シーフードリゾットなんですけど、このムール貝みたいな大きめの貝とアサリみたいなちっちゃい貝でエビがあって、あとちょっと細かいけどちっちゃくタコも入ってますね。それ以外にはトマトですね。で味がもうシーフードの塩っ気が効いててめちゃくちゃうまいですね。赤ワインいただきました。もう本当ラザニアもシーフードリゾットも本当うまい。うますぎる。うますぎていくらでも食えちゃう、そんな感じ。赤もちょうどいい塩梅。昼も食べたけどティラミス頼んじゃいました。これ太るな。メニュー何が書いてあったか覚えてなかったんですけど、イタリアのスイートということでスイーツかパンナコッタはワンチャンあるか、と思って聞いてみたんですけど、パンナコッタはないと、いうことなんで2食連続ですがティラミスいただきます。はい、飯テロ飯テロ飯テロ。うんめえ。めちゃくちゃうまい。昼に食べた超高級カフェ、あそこよりうまいまであるよ。うまっ。生クリームの部分はもちろん甘いんだけど、ココアパウダーが若干ピリッと苦味があってめちゃくちゃうまいよ。ここのティラミス死ぬほど柔らかい。世界でこれより柔らかいものないよ多分、あらゆる物質の中で。うめえ、マジでうめえこのティラミス。お会計34ユーロでした。激推しします。今のお店は本当にぜひ行ってください。アットホームな感じもいいっすよ。本当に美味しいです。ディナーに行く途中で気づいたんですけど、今日ハロウィンなんですね。10月31日ということで、ナポリのハロウィンはもう小学生以下ぐらいの子供がちょっと仮装して、親がちょっと連れて街を歩いてるぐらいで、大人がなんか騒ぐみたいなのはなさそうです。素晴らしく健全なハロウィンですね。ちっちゃい子供だけが仮装してトリックオアトリートをやってますね。こっちにもいる。すごいかわいい。いや、もうちっちゃい子供だけが仮装してハロウィン楽しんでますね。いや、なんて健全なハロウィンなんだ。素晴らしい。なんかあれですよね、ハロウィンだからって言っていい年こいた大人が渋谷行って酒飲んで暴れるとか、くっそダサいっすよね。もうナポリのハロウィンはもう素晴らしい光景です。もうちっちゃい子供がトリックオアトリートをして回ると素晴らしいですね。ナポリ、日本というか東京はバカですね。はい、ホテルに戻ってきました。今時間はまだ夕方6時51分なんですけど、明日次の都市へ行くフライトがありまして、でその時間が早朝で、朝3時には起きたいんですよね。でなのでまだ早いんですけど、パッキングしつつ今日は早めに休んで早めに明日起きようと思います。おやすみなさい。
おはようございます。11月1日金曜日朝4時21分になります。どこか広い通りに出て、ウーバーを呼んで、空港へ向かいます。5、6分待って、ウーバーで呼んだタクシーに乗りました。ナポリの空港に着きました。タクシーに乗車してからわずか10分ちょいですね。10分ちょいで着いちゃいましたね。早かったです。ウーバーというかタクシーというか料金29ユーロでした。ちょっと時間なくて後になっちゃったんですけど、私がナポリで4泊した、ディレンマというホテルですね。そちらの評価をしたいと思うんですが、星4つですね。場所が良くて1泊1万2000円ぐらいかな。設備も大体整っていてセーフティーボックスがないぐらいですね。私はバッグに南京錠をつけるんで問題ないんですけど、そこだけたまに傷っていう感じです。正直星5つも考えたんですけど、ルームクリーニング毎日入ってたんですけど、バスタオルだけじゃないな、全部のタオルを1回も変えてくれなかったっていうのがあります。なんか事前に WhatsApp でやり取りしてた時にセーブジアースだから毎日は買えないよとは聞いていたんですけど、4泊してまさか1回も変えられないとは思いませんでした。その辺も込みで、星4つって感じですね。ナポリ良かったっすね。めちゃくちゃ良かったです。ちょっと制限エリア内入ってから、その辺は後でお話ししようと思います。今回もオンラインチェックイン済ませているので直接制限エリア内に向かいます。で次行く国も宣言協定の国なので、出国審査もないはずです。荷物検査だけのはずですね。制限エリア内に入ってきたんですけど、プライオリティパスで入れるラウンジ、今までで一番食事が豪華。はい、ということでナポリ空港の、制限エリア内に入ってきたわけですけども、ナポリこれから離れるので、感想としてはナポリ結構好きですね。ナポリって、治安が悪いとか、そこら中にゴミが溜まってるみたいな話を、ネット情報とかでも聞いたりして、見たり聞いたりしてたんですけど、全然そんなことはなかったですね。で、あと自分4年前ぐらいにイタリアの北部を短期旅行したことがあるんですけど、ミラノとかトリノとかおしゃれすぎて逆に肌に合わなかったんですよね、自分としては。でその点ナポリの方が個人的には肌に合うというか好きでしたね。であと何といってもイタリアはご飯が美味しかったですね。正直パスタは微妙だったんですけど、ピザは安くて美味しくて、以上がナポリの感想ですね。この後はですね、また、イギリスの LCC イージージェットに乗って、ミュンヘン、ドイツのミュンヘンへ向かいます。ドイツの初めて行く場所なので楽しみです。それではナポリ編ご視聴いただきありがとうございます。またミュンヘン編お願いいたします。